あなたは身近な人に対していなくなればいいと思ったことがありますか？遡ることおよそ19年前の2003年12月10日、アメリカテキサス州高級住宅地シュガーランドの邸宅で4発の銃声が鳴り響きました。現場に居合わせたのは父親のケント・ウィテカーと母親のトリシア、23歳の長男バート、19歳の次男ケビンの4人家族。この日の夜、レストランから帰宅したウィテカー一家は家の中で待ち構える一人の男に銃口を向けられたのです。男が放った凶弾は無残にも4人の体を撃ち抜きました。この時、男は家中をくまなく荒らし回っており、犯行は裕福なウィテカー一家を狙った突発的な強盗のように思われていたんです。しかし、捜査が進むにつれ、とんでもない事実が発覚します。この犯行は単なる強盗ではなく、一家をよく知る人物による計画殺人だったんです。突如として一家4人を襲った銃撃事件。家族の計画殺人を企てた犯人の正体とは。凄惨な事件のきっかけとなったのは、家族とある人物のすれ違いだったんです。お寿司体に悪いと思ってても飲むメロンソーダうめえな、ケンちゃんです。小さい冬見つけた闇闇子です。詩人かお前は。まあでもちっちゃい何かとか当たり前だと思われてるものから何かを見つけるやつ素敵。コパ方式で。本日ご紹介するのはアメリカテキサス州にある高級住宅街で起きた一家4人銃撃殺人事件なんです。この事件は当初強盗による襲撃だと思われたんですが、実は一家に関係の深い人物による犯行だったことが分かったんです。じゃあ一家にめちゃくちゃ恨み持ってる近しい人が家族全員銃殺しに来たってこと？そうなんです。そして銃撃された後、ウィテカー一家には生き残った人がいたんです。そしてその人物がこの事件の鍵を握っていたんです。早速ウィテカー一家が襲撃されてしまったその一部始終から見ていきたいと思います。一家銃撃事件。遡ることおよそ19年前の2003年12月10日、アメリカテキサス州ヒューストン郊外の高級住宅地シュガーランドが今回の舞台。夜10時を回った頃、レストランでディナーを終えたウィテカー一家の車が自宅に到着しました。会計士の父ケントに元教師の母トリシア、そして大学生の長男バートと次男ケビン。裕福なことに加え息子たちも優秀で知られていた仲睦まじい4人家族でした。玄関の鍵を開け最初に家に入ったのは次男のケビン。そしてケビンがリビングのドアを開けると、そこにはなんと覆面姿の男が。男の手には拳銃が握られていました。予想外の光景に凍りつくケビン。次の瞬間、ケビンが声を発するよりも早く引き金が引かれ、銃弾はケビンの左胸に命中。血を流し倒れる次男ケビンを前に、母トリシアは声にならない悲鳴を上げます。すると覆面姿の男は続けて怯えるトリシアに向かって何のためらいもなく発砲。玄関にいた父ケントも異変に気づきすぐに駆けつけるんですが、ケビン、トリシアと同じように覆面姿の男に発砲され力なく崩れ落ちるんです。あっという間に3人撃たれちゃって何の躊躇もないじゃない犯人。そうなんです。そして銃声を聞きつけた長男バートも現場に駆けつけてしまうんです。ダメよ。最後にリビングに入ってきたのは長男のバート。彼は車の中に携帯電話を忘れ、家族より一足遅れて家に戻ったんです。バートが急いでリビングに入ると、そこには血だらけで倒れている父、母、弟の姿が。その近くには覆面姿の男が立っていました。何してるんだ！とっさの判断で男に飛びかかった長男バート。取っ組み合いになり床に倒れ込んだ2人でしたが、揉み合いの最中、男が苦し紛れに放った銃弾がバートに命中。バートを振り払った男は裏口へ走り、用意していた車で逃走しました。みんな撃たれちゃったじゃない。生き残った人なんて誰もいなくない？実は銃の弾が命中した場所が運よく大丈夫な場所で、なんとか命を失わずに済んだ人物がいたんです。とはいえね、日本人の我々からすると、ヤミコさんは宇宙人なんですけど、銃なんて持ってないんですよ。私は恋に落とす銃を持ってるからね。まあね、そんな我々ね、日本人は銃弾によるダメージなんて想像もつかないんで、本日のメトラキーワード、銃弾によるダメージについて。例えば、護身用の拳銃で使われることの多い 9mm 弾丸の場合、発砲された際の速度は約 1450km。これは大人の体が簡単に吹き飛ばされるくらいの威力で、銃弾が心臓や脳など直接命に関わる臓器に命中していなくても、振動により強いダメージが与えられるんです。テキサス州の元検視局長のデータによると、銃弾が心臓や脳に命中していない場合の生存率は約 80% から 95%。逆に心臓や脳
脳に命中した場合の生存率はわずか 9% とされています。ただし銃弾を受けた時の一番の死因は失血死。心臓や脳に命中していなくても大量出血によって命を落とす可能性は十分にあるんです。銃弾を受けた場所が直接命に関わる心臓や脳ではない場合はいかに出血を防ぐかが重要になるんです。父ケントは撃たれた肩を押さえながら血まみれで倒れる家族の様子を見回しました。仰向けに倒れたまま動かない次男のケビン、うめき声を上げ助けを求める母トリシア、力を振り絞り強盗に撃たれたと携帯電話で通報する長男バート。どうしてこんなことに。父ケントは悔しさに奥歯を噛みしめながらついさっきまで続いていた家族の幸せな時間を思い出していました。一人暮らしをする長男バートから電話がかかってきたのはつい1週間前のこと。大学の卒業が決まったよ。しかも成績優秀者としてね。嬉しい知らせを聞いた母トリシアは飛び跳ねて喜びました。レストランでお祝いしましょう。やったー。僕はシーフードが食べたいな。すっかりお祝いムードの家族を見ながら父ケントはほっと胸をなで下ろしていました。大学の近くで一人暮らしをするための家賃と生活費、それにバート専用の高級車。バートの将来に期待を込め、ケントはこれまで彼の欲しがるものは何でも買い与えてきました。バートから卒業の知らせを聞いたケントはようやくその思いが報われたことに安堵していたんです。社会人になったらちゃんと自分のお金で生活することの大切さも伝えなきゃな。卒業祝いで訪れたのは自宅からほど近いシーフードレストラン。父ケントと母トリシアはバートにロレックスの時計をプレゼントしました。家族が笑顔で取り囲むテーブルは何よりの幸せで包まれていたんです。こんなめでたい日に家族全員撃たれるとこ偶然じゃないわよね。絶対狙ってきてるじゃない、犯人。そうなんです。ウィテカー一家は幸せの絶頂からこの犯人襲撃によって絶望のどん底へと一気に落とされてしまったんです。次男のケビンは心臓に銃弾を受け即死。母トリシアは救急隊が駆けつけた時には意識があったものの、そのダメージは深刻で搬送先の病院で息を引き取ります。助かったのは左肩周辺を撃たれた父ケントと右の上腕を撃たれた長男バート。悲しみ、そして生き残った罪悪感に苛まれたケントとバートはお互いを慰め合うことすらできませんでした。目の前で家族殺されるとか、一生のトラウマでしょ。辛いっすよね、普通は。普通はってどういうこと？この事件は生き残った人物が事件の鍵を握っていると最初に言ったと思うんですけど、警察のね、捜査が進むにつれて徐々にこの事件の真相が明らかになっていくんです。不自然な事件現場。シュガーランドで強盗殺人なんて冗談だろう。オペレーターからの通報に眉を潜めながらそう答えたのはテキサス州警察のマーシャル・スロット刑事。テキサス州内で最大級に豊かな都市シュガーランドは事件とは無縁と言っていいほど治安のいい場所だったんです。そして事件現場であるウィテカー邸に足を踏み入れたマーシャル刑事は家の中の不自然な状態により一層疑念を強めました。おかしい。これは本当に強盗の仕業なのか。まず家族が銃撃された1階はあらゆる戸棚の引き出しが開けられていました。しかし引き出しは規則正しく開けられており、中を荒らされた形跡はありません。金品目的の強盗だとしたら金目のものを見つけるために引き出しをひっくり返してでも探すはず。しかも犯人は目につく場所に置かれている宝石類も盗んでいなかったんです。ただ引き出し開けただけなんて明らかにおかしいわよね。明らかに強盗を装おうとしただけのような感じがしますよね。次にマーシャル刑事が不審に感じたのは犯人が家の中に侵入した経路について。犯人は2階にある次男ケビンの部屋の天井裏から侵入していました。天井裏からケビンの部屋に入った犯人は隠されていた銃器庫を速やかに見つけ出してこじ開け、この家の私物の銃を手に入れているんです。犯人は家の中の様子を知っていた。こうして手に入れた銃を使って犯人はマーシャル刑事は確信していました。これは強盗殺人なんかじゃなく周到に用意された計画殺人だ。計画を企てた犯人はウィテカー一家の中にいる。どういうことよ。家族全員撃たれてんのよ。それもね、自作自演だった。なんで中黒入れんのよ。そしてこの後マーシャル刑事が捜査を進めていくうちにウィテカー一家が抱えていた様々なね事情が明らかになってくるんです。壊れていた家族。事件から数日後、マーシャル刑事のもとに新たな情報が入りました。それは大学の卒業祝いをしてもらっていた長男バートが本当は卒業できないということ。なんとバートはしばらく大学を休学しており、卒業どころかまだ1年生だというんです。どんだけ言ってないんだよ。マーシャル刑事は早速バートの元へ事情を聞きに向かいました。君は大学を卒業する年ではないんだって。すると長男バートはこう答えたんです。はい、父をがっかりさせたくなくて嘘をついてしまったんです。でも母には本当のことを伝えていました。大学を卒業できないというね衝撃の事実を隠していた息子バート。父ケントは一体どう受け止めるんでしょうか。今日噛むな俺。マーシャル刑事は父ケントが入院している病院を訪ねた。長男バートが大学を卒業するという嘘についてケントの反応を見極めるためだ。
どうぞ。ベッドの上で体を起こす父ケント。彼は数日前に会った時よりひどくやつれていた。マーシャル刑事は簡単な挨拶を済ませるとすぐに本題を切り出す。長男のバートさんが大学を卒業するという話が嘘だったことをご存知でしたか？一瞬眉を潜めた父ケント。彼はそれからすぐに顔をそらし淡々とした声でこう答えた。何も知らない。マーシャル刑事は質問を続けた。バートさんは亡くなった奥様には伝えていたようですが、すると父ケントは突然取り乱し大声でまくし立てるように言った。私は何も知らないんだよ。大学を卒業すると聞いた時は安心した。でも本当は疑っていたんだ。しばらく連絡の一つもしてこなかったくせに突然卒業するなんて信じられると思うか？バートには今まで散々金を使ってきた。それは全部間違いだったというのか？悔し涙を浮かべるケントの言葉をマーシャル刑事はただ黙って聞いていた。そしてケントは最後にこうつぶやく。この家族はずっと前から壊れていたんだよ。実はマーシャル刑事は長男バートがちょっとした不良少年であることを掴んでいました。バートは高校生の頃学校に不法侵入して警察沙汰になったことがあったんです。それを原因に転校もさせられていました。仲のいい家族に見えていただけか。マーシャル刑事は父ケントが長男バートに相当に振り回されていたことを察します。家族はずっと前から壊れてたってさ、事件の核心っていうのは家族の崩壊にあるってこと？どうでしょうね。ただね、家族の中で様々なね、思惑が食い違って入り乱れていたっていうのは明らかですよね。捜査はここから行き詰まってなんと1年もの月日が流れてしまったんですけど、マーシャル刑事はそれでも諦めずに事件の真相を追い求めていったんです。そしてついに事件の真相へとたどり着くんです。明かされる真実。事件から1年9ヶ月後の2005年9月、ウィテカー一家銃撃事件は3人グループによる犯行だということが判明しました。ウィテカー一家の交友関係を徹底的に調べたマーシャル刑事により、追い詰められた犯人のうち2人が全てを自白したんです。あの日の夜、家族が帰ってきたらみんな殺すように頼まれたんだよ。うまく殺せたら保険金を山分けしてくれるっていうからさ、疑いの目をそらすためにあいつのことも死なない程度に撃つことになっていたんだ。マーシャル刑事の推理通り、全ては強盗に見せかけた計画殺人でした。そして仲間の証言により、家族の殺害を計画した中心人物もすぐに逮捕されます。この時逮捕されたのはなんと長男バートでした。どうして家族を殺したんだ？マーシャル刑事にそう問われたバートはふてくされた様子で答えました。両親の保険金が欲しかったんだよ。弟を殺したのは保険金を分けたくなかったからさ。まさか父親が生き残るなんて思わなかったけどな。しかしマーシャル刑事はその受け答えに納得できずにいました。家族が抱えていたすれ違いを知っていたマーシャル刑事には保険金目当ての短絡的な犯行ではなく、そこにもっと根深い意志があるように思えたからなんです。そうよね。そもそもお金持ちでその家庭で育った息子がね、保険金目的で殺人なんて起こすわけないと思うのよ。実は長男バートはこんな本心を隠していたんです。本当のことを話してくれるかな？長男バートに向け穏やかな口調でじっと真剣な眼差しを向けるマーシャル刑事。するとバートはどこか諦めたような表情をして静かに語り始めました。家族からの重圧に耐えられなかったんだ。自分が嫌いなんだ。自分の環境、人生、何もかもが嫌いなんだ。どうにかしてここから抜け出したかった。抜け出すには家族がいなくなればいいと思ったんだ。そう、父ケントが多大な期待をかけ何でも買い与えていたことも、家族全員がバートの卒業を待ち望んでいたことも、彼にとっては全てが重圧となっていたんです。何年も前から自分の人生と取り巻く家族を忌み嫌っていた長男バート。これまでは実行こそされていなかったものの、友人を誘って家族の殺害計画を立てたのは実は今回で4度目でした。裁判の結果、銃撃を実行した友人は懲役30年、逃走を手伝った友人は懲役15年の判決を言い渡されます。そして主犯であるバートの判決は死刑。バートは自らに課されたその刑を無言で受け入れました。長男バートの死刑執行日は逮捕から14年5ヶ月後に訪れたんです。2018年2月22日午後6時、バートは担架に乗せられ処置室へと運ばれるところだった。これから薬物注射による死刑が執行されるのだ。やっと人生から解放される。これでいいんだ。そう思っていたバートだったが、なぜか彼の目からは自然と涙が溢れていた。幼い頃の出来事や家族の顔が次から次へと走馬灯のように駆け巡るのだ。おかしいな、こんなはずじゃなかったのに。そんなバートをよそに死刑執行の準備は着々と進められていく。そして執行まであと少しというそんな時に、一人の刑務官が足早に処置室へ入ってきた。最後に伝えることがあると言わんばかりに駆け込んできた刑務官は息を切らしながらこう言った。テキサス州知事からの命令が入った。死刑を停止する。数秒後、その言葉の意味を理解したバートは大きな声で子供のように泣き出した。バートの死刑が停止された理由は、彼の判決を減刑するように訴えた人物がいたからだった。その人物とは父ケント。
どれだけ関係悪かろうと、家族の命奪われていようと、血が繋がってる親子なのよね。そうなんですよね。どれだけ悪いことをしてもね、自分の子供に死んでほしいなんて普通は思わないんです。父ケントは約10年間、国と世間に対し、息子の死刑停止を呼びかけていました。その結果、バートの死刑は執行の当日に終身刑に減刑されることとなったんです。息子を許してほしいとか、釈放してほしいなんて言いません。ただ、彼を生かしてほしいだけなのです。バートに過度な期待をして、多額のお金を使ってきた父ケント。ケントは事件を受け、自分の行動がバートを追い詰めていたこと、その上、本心ではバートを信用していなかった自分を責めていたんです。そしてケントは、バートが殺人犯になっても、父親としての愛情を持ち続けることを誓ったのでした。死刑が提出されたことを父ケントのおかげだと知ったバートはこう言いました。自分のためではなく、父のためにこの決定に感謝します。ケントとバート、歪な関係にあった親子は、この時初めて分かり合えたのかもしれません。僕はこの事件の真相を知って、人の気持ちはお金や物だけでは決して測れないということを改めて強く思い知らされました。おざっす。皆さんね、いつもアルゴメトリーご視聴くださってね、ありがとうございます。アルゴメトリーとね、ミッドナイトムーンね、我々ね、こう、コツコツ日々ね、ヒーヒー言いながらもこう、楽しんでね、やってるんですけど、ちょっとね、今後新しいチャンネルだったりとかを増やしていく中で、ちょっとさすがに僕らだけだとね、限界があるなというところで、VTuber だったり、ちょっと新しい挑戦をね、していこうかなっていう中で、もし皆さんの中に少しでもご興味があればですね、ちょっとぜひね、正社員としてね、ご応募いただければなと思っていてですね、固定コメントだったり、概要欄にね、詳細を書いているので、ちょっとでもね、興味あれば、もし僕らとね、同じ志のもと、一緒にね、未来をね、こう描ける方がいれば、ぜひ応募してください。心からお待ちしております。何よりいつもご視聴いただき、ありがとうございます。